こんにちは。シミカバー研究同好会の成田藤江です。本日はティルティルのマスクフィットオールカバーデュアルコンシーラーの全色レビューをします。全色といってもこちらのアイテムのカラー展開は2色だけです。それでは本日もよろしくお願いいたします。リキッドとスティックのデュアルタイプで肌悩みに合わせてテクスチャーが選べます。スティックは広範囲をしっかりカバー。コントゥアリングやベースメイク、唇、眉などのライン直しにも使えます。リキッドはシミそばかすほくろなどナチュラルにスポットカバー。目元のクマや赤みのカバーにも使えます。肌に密着して素肌のように自然に仕上がるソフトプリズムテクスチャー。スティックは SPF27PA2+、チップは SPF30PA2+です。お色は01ナチュラル、02ミディアム。この撮影をした2024年夏の時点では2色展開でしたが、現在2色が追加されたようです。赤みをカバーするミントと青みをカバーするサーモン。スティックの色は共通のようです。腕に塗ってみます。このほくろは本物のほくろです。この3つのほくろはシスターアンのアイライナーで作った偽のほくろです。まず明るい位置の01番ナチュラルを塗ります。まずはスティック、ここにリキッドを塗ります。すごい隠れました。02番ミディアムを塗ります。スティックタイプを塗ります。ちょっと透けてます。次はリキッドを塗ります。カバー力やっぱり高いですね。スティックをもうちょっと重ねてみましょう。2回では隠れない。3、4、5、5回塗っても隠れないですね。02ミディアムも1、2、3、4、5。スティックタイプは少しカバー力が弱いようです。お色味はこのような感じです。スティックとリキッドで少しお色味が違うようです。ちょっと分かりにくいですかね。ブラシでぼかしてみます。はい、ぼかし終わりました。こちらがスティック、こちらがリキッド。こちらは本物のほくろの色が薄かったせいか、かなりぼかした後も綺麗に隠れています。こちらの偽ほくろはぼかした後少し浮き出てきてしまいました。こちらはスティックとリキッドを比較するとリキッドの方が圧倒的に綺麗に隠れているんですが、この濃い色の方はスティックもリキッドもそんなに差がないような気がします。ぼかし方が悪かったんですかね。もう一回リキッド重ねてみます。少し乾かした方がいいのかな。ちょっと仰いでみます。先ほどよりかは隠れたけれど、でもやっぱりちょっと透けてますね。でもほくろは色がかなり黒くて濃いから、シミだったらこれぐらい綺麗にカバーできるかもしれません。次は顔に塗ったスウォッチを作ります。スキンケアをしただけの状態です。近づいてみるとこのような見え方です。この動画は2024年夏に撮影したものです。この時点での私の年齢は49歳。肌の色は標準よりやや明るめで乾燥肌よりの混合肌です。化粧下地もティルティルのものを使います。ティルティルマスクフィットトーンアップエッセンス。私はベージュを選びました。柔らかいテクスチャーです。今日はシリコンパフを使ってつけてみます。まずはこちら側半分に塗ってみます。結構トーンアップするので量は少なめの方がいいかもしれません。ちょっと独特な香りがあります。
何の匂いなんだろう。ちょっとプロポリスっぽいような香りがするような気がします。私はあんまり正直好みではありません。はい、こちら半分側だけ塗りました。少しトーンアップしています。こちらの塗っていない方と塗っている方を比較すると黄色浮きが抑えられたような気がします。色白肌といえば色白肌ですが、少し不健康に見えるような気もします。塗っていない側も塗ります。このシリコンパフはプニプニして結構気持ちがいいです。はい、全部塗り終わりました。目の上や目の下、小鼻やほうれい線など少しファンデーションがたまりやすい場所はこちらの小さな雫型のスポンジを使って余分な下地を吸い込ませます。小鼻の毛穴が気になるので敷きのホワイトスキンベールを使ってぼかします。塗った方と塗ってない方、結構綺麗にぼかせます。ただこれファンデーションを上から重ねるとまた少し毛穴が浮き出てきちゃうんですよね。なのでノーファンで向きかなと思います。毛穴に詰まって白く見える部分はトントントンとブラシでぼかすと綺麗になります。使用したのは資生堂のコンシーラーブラシ筒筆です。ではコンシーラーを顔に塗ります。こちら側のお顔に01番のナチュラルを塗ります。こちら側は02番ミディアムを塗ります。とりあえず1回ベターっと塗ってみました。この02番ミディアムのスティック少し薄かったですかね。それとも単純に肌の色にマッチしているんでしょうか。もう1回塗ってみようと思います。スティックとリキッドで同じ01番でも結構色味が違います。02番はこのような色味です。スティック、リキッド。01番の方がスティックとリキッドの色の差が少ない感じしますね。02番は結構違いがあります。上のスティックの方がシミがこの辺り少し透けて見えています。2度塗りした02番ミディアムのスティックの方も2度塗ったけれどシミが透けて見えています。リキッドの方はしっかり隠れています。カバー力はスティックよりもリキッドの方が両方とも高いようです。スティック、リキッド。あとこのスティックは少し独特な香りがします。舞台メイクの動乱みたいなちょっと油っぽいような香りがします。一方でリキッドの方はほとんど香りは感じません。ブラシでぼかしてみます。使用するブラシは資生堂のファンデーションブラシハス筆です。断面が平らになっています。横に滑らせないように上から優しくトントンとなじませていきます。塗ってからだいぶ時間を置いてぼかし始めたんですが、両方とも割とぼかしやすいです。はい、ぼかし終わりました。01番のナチュラルの方はちょっと私には白すぎる気がします。若いお嬢さんだったら韓国アイドルっぽく色白で綺麗に見えるのかもしれないですが、私の年代だとちょっと厚塗り、厚化粧に見えてしまう危険性があります。私の肌にはこちら側に塗った02番ミディアムの方が合いそうです。こちら01番、上がスティック、下がリキッドです。明るいお色味の割には結構シミが隠れていると思います。
こちらは02番ミディアム、上がスティック、下がリキッドです。スティックの色味の方が私の肌には合っているんですが、リキッドのカバー力がすごいです。ちょっとここのシミをリキッドでカバーしてみようと思います。おお、すごいカバー力。小さい筆でぼかします。どうでしょう。この辺だったんですけど、まるでシミがなかったことになっています。すごい。なんだか綺麗に消えて楽しくなってきちゃいました。ちょっとここにあるシミも消してみます。今度は明るいお色味の01番を使ってみます。ちょっと浮いちゃうかな。やっぱり明るすぎますかね。ブラシでぼかしてみましょう。ぼかしたら白さが少し目立たなくなりましたが、やっぱり少し明るすぎるみたいです。乾くと02番がちょっと濃くなったような気がするので、この01と02の間の色があればちょうど良かったのになっていう気がします。この02番の上にちょっと01番を重ねてみます。なるべく薄くなるように容器の口でしごきます。ここですかね。結構カバーされててどこだかよくわからなくなっちゃったけど、多分ここです。ブラシでぼかします。ちょっとやっぱり白く浮いちゃったかな。難しいですね。2色を混ぜてみたらどうでしょう。手の甲に2色出してブラシで2色をブレンドして使ってみます。ここにあるシミに塗ってみます。あとここのシミにも塗ってみます。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、色的には結構自然に馴染んでいる感じがします。この研究成果を生かして次はシミカバーメイクをします。先ほどと同じ手順で下地を塗ってあります。まずはこちら側半分をカバーメイクしようと思います。まずはファンデーション代わりにスティックで広範囲を塗ってみようと思います。まずは濃いお色味の02番ミディアムを使います。私はシミが広範囲にあるので、もうバーッと気になるところを塗っちゃいます。スティックはやっぱり使いやすいですね。せっかく2色あるので明るいお色味のものも使ってみます。暗さが気になる目の下に塗ってみます。あとこの口角の影にも塗ってみます。ブラシでぼかします。このスティックは滑らかなのでぼかしやすいです。こすらないように優しくトントンとぼかしていきます。小鼻脇の赤みをカバーし忘れました。ここは小さいコンシーラーブラシがぼかしやすそうです。スティックだけだとこのようなカバー力です。滑らかなテクスチャーなので広範囲に塗ってもゴワゴワガサガサした感じがありません。スティックタイプは薄く均一に塗れるのでメイクが苦手な私は使いやすいなと思いました。次はリキッドタイプを使って濃いシミをカバーしていこうと思います。02番のミディアムを使います。ブラシでぼかします。この目の下のたるみグマに明るい色のコンシーラーを少しだけ塗ってみようと思います。01ナチュラルを使います。コンシーラーブラシでぼかします。ここポツッとできちゃってるんですよね。塗るとちょっと悪目立ちしちゃうかもしれません。
ちょっと小鼻が気になるので02番のミディアムのスティックをブラシに少し塗って小鼻にトントンと塗ります。おでことか少し気になるところもトントンしておきます。コンシーラーブラシで毛穴を埋めていきます。私はこの辺の目尻の小じわにファンデーションやコンシーラーがたまりやすいので、コンシーラーブラシでよくなじませておきます。はい、こちら側半分のカバーメイクが完成しました。あれ、私メイクする前こっち半分カバーメイクするって言ってましたよね。間違えてこっち半分のカバーメイクをしちゃいました。おっちょこちょいですいません。結構綺麗にカバーできているんじゃないでしょうか。リキッドはカバー力が強かったので厚塗り感が出るかなと思ったんですが、思ったよりもナチュラルに仕上がりました。それではこちら半分もカバーメイクします。こちら側はリキッドの色を2色混ぜてカバーしてみようと思います。スティックの使い方は先ほどと同じような感じにしようと思います。すごい滑らかに伸びて本当使いやすいです。ちょっとカバー力は物足りないですけれど、もしかしたら薄い乾パンだけとかだったらこれでも結構綺麗にカバーできるかもしれません。塗りやすいんだけどちょっと匂いが気になるんですよね、このスティック。リキッド2色を混ぜて使います。手の甲に出します。こっちは明るい方、これが暗い方です。パレットナイフを使ってみます。ブラシでもいいんですが、このパレットナイフの方が薄く均一に塗れるような気がします。ちょっと凹凸のあるところとかは塗りにくいんですが、ナイフの向きを変えてうまく塗っていきます。02番単色を塗った時よりも肌の色にマッチしている気がします。ぼかします。反対側は小鼻はスティックでメイクしましたが、ブレンドした先ほどのリキッドコンシーラーが残っているので、これをコンシーラーブラシにつけてメイクします。もしかしたら平らなファンデーションブラシの方が綺麗かな。こっちにちょっと変えてみます。なんかちょっと毛穴落ちしちゃったかもしれません。このブラシを先に使ったせいなのか、リキッドコンシーラーが悪かったのか、どっちなんでしょう。さっきと同じ方法でコンシーラーをファンデーションブラシに取って塗ってみます。少し毛穴落ちしてるけど、さっきよりはマシになったような気がします。小鼻に塗るのはスティックの方が良さそうです。はい、カバーメイクが完成しました。こちら側はリキッドコンシーラーは02番ミディアムの単色使い。赤みが気になる小鼻の際にもミディアムを塗りました。あと暗さが気になる目の下と口元に明るい色01番ナチュラルを塗りました。こちら側はリキッドコンシーラー2色混ぜてカバーしました。小鼻や目の下、口周りは特にカバーはしていません。近くで見るとこのような見え方です。シミは少し透けているような気もしますが、全体的に肌のくすみが取れて明るく見えます。さらに近づくとこのような見え方です。離れてみるとこのような見え方です。これくらい離れたところから見るとシミはほとんど気になりません。全体的に綺麗にカバーできていると思います。ナチュラルなツヤ感もあるし、厚塗り感もないのにシミが綺麗にカバーできていると思います。この辺りのゾーンは2色混ぜても単色でもそれほど肌から浮いているような感じはありません。ここがちょっと
浮いてるかなっていう気がします。こっちはここにシミがないのでちょっと比較ができないんですけど、こちら側半分は目の下と口周りの暗い部分に明るいコンシーラーでカバーをしていません。肉眼で見るとやっぱり塗っているこちら側の方が明るく綺麗に見える気がします。もともとこちら側のたるみの方が少し多いです。光の加減でこっちの方がたるんでるように見えるかもしれません。比較すると塗っている方は少しガサッとしている気がします。こちら塗ってない方です。でもまあ普通こんなに近づくことなんてまずないと思うし、もはや近づいたら老眼でよく見えないので多分大丈夫だと思います。このまま時間検証をしたかったんですが、今日はちょっと時間がないのでまた後日検証しようと思います。はい、洋服は一緒ですけど別の日です。先ほどと同じ方法でカバーメイクをしました。今日は電車で1時間ぐらいかけて友達のお家に遊びに行ってきます。それでは行ってきます。はい、メイクをしてからだいたい13時間が経過しました。今日は最高気温が31度くらいと最近の猛暑の中では涼しい一日でした。でも移動中にゲリラ豪雨に遭ってしまいました。傘を差してはいたんですが、ちょっと顔に雨が降りかかったり洋服がびしょびしょになってしまったので、お友達の家で着替えさせてもらったりしました。着替える時にこのカットソーの首周りにお化粧がついてしまいました。なのでちょっとコンシーラーが剥げてしまいました。なので時間検証としては少し微妙な感じになってしまったかもしれません。離れてみるとこのような見え方です。メイク直後と13時間後で部屋の明るさが変わるため色味が違くて分かりにくくて申し訳ありません。近づいてみるとこのような見え方です。やはりシミが少し浮き出てきていますね。でもコンシーラーはしっかり残っているようです。こちら側の顔の方のお化粧がお洋服についてしまいました。なのでこの辺のシミのところはかなり透けて見えてます。こちら側の顔はお洋服にはつきませんでした。なのでこっちの方がコンシーラーが残っていると思います。とはいえ少し浮き出てきています。パウダーをしていないせいもあるのですが、全体的にかなりテカテカとしています。私は今のところどんなコンシーラーを使っても時間が経つと最終的にテカることが多いです。シミはうっすらと浮き出てきてはいますが、13時間経った割には綺麗なんじゃないかなと思います。こちら側もここは擦れてないからカバーされている状態が保たれているような気がします。多分ここが擦れてしまったんじゃないかなと思います。この目の下も乾燥というよりかは溜まっているような感じになっています。こちら側の目の下にはスティックコンシーラーを塗ったからかもしれません。こちら側の方が比較的溜まっていないようです。全くお化粧直しをしていない割には綺麗な崩れ方なんじゃないかなと思います。どのぐらいコンシーラーが残っているかどうか、クレンジングを染み込ませたコットンで拭いてみます。こうやって見るとかなりカバーされているところとされていないところの差がよくわかります。シミが浮き出てきたとはいえ、やはりきちんとカバーはしてくれているようです。こちら側は擦れて少し浮き上がってはきていますが、このお化粧を落としたところと比較すればかなりカバーされています。こちら側の少し剥げてしまった部分のメイク直しに挑戦してみようと思います。まずブラシで少し
なじませます。濃いお色味の02番ミディアムのスティックをブラシにちょんちょんと取って剥げた部分になじませます。もうちょっとつけて何度か繰り返します。ついでに目のシワに溜まったコンシーラーもぼかします。どうでしょう。まあまあ綺麗に復活しました。小じわに溜まった部分も綺麗になじみました。ついでに小鼻もちょっとなじませてみます。小鼻のテカリが少し抑えられた気がします。嫌なポツポツとした白い毛穴落ちもありません。メイク直し、まあまあうまくいったんじゃないでしょうか。マスクフィットという名前なので、マスクを着用してどのぐらいメイクが持続するのか挑戦したいと思います。メイク方法は先ほどと同じです。実はちょっと用事があってメイクをしてから現在3時間ぐらい経ってしまいました。さすがにパウダーなしでマスクに挑むのは難しそうなので、こちらのパウダーを使用します。コーセーのメイクキープパウダーです。こちらは付属のパフがついているのですが、パフでつけるとせっかく塗ったコンシーラーが剥げてしまうので、大きめのブラシに取って使います。こうやって滑らせるとコンシーラーが取れてしまうので、上からポンポンと本当に優しく押さえます。本当はパウダーもティルティルのもので統一したかったんですが、ティルティルのパウダーは少しスースーして目にしみるという口コミを見たので買うのを断念しました。おでこや鼻など他にも気になる部分に塗っていきます。生え際に塗ると髪がベタベタしなくていいって YouTube で見ました。マットな仕上がりになりました。マスクの内側にもパウダーを塗っておくと良いっていうのを YouTube で見たのでやってみます。キープミストも使ってみます。ティルティルマスクフィットメイクアップフィクサーです。キープミストって本当に効果があるのかなって私はいつも疑問に感じているので、半分だけスプレーをして検証してみようと思います。こちら側の半分にキープミストをかけてみます。ちょっとむせますね。ちょっとキラキラっとしています。少し乾かしてもう一回かけてみようと思います。かけすぎたかな。このスプレーに関してはちょっとむせますけど、そんなに気になる匂いはありませんでした。パウダーとスプレーをしたけれどまだシミは浮き出てきていません。完全に乾いたところでマスクを着用します。このマスクを使います。このマスクを着用してしばらく時間を置いて様子を見てみます。はい、だいたい6時間が経過しました。今日の最高気温は32度でした。私は今日は室内で家事をして過ごしていました。エアコンの設定温度を27度から28度にしていたんですが、結構暑くて汗ばんでしまいました。1時間ほどエアコンを切って昼寝をしていたら暑くて目が覚めました。なので汗だくというわけではないんですが、結構マスクの中は蒸れています。おやつの時間と食事の時間以外はずっとマスクをつけていました。それではマスクを外してみます。どうでしょう。離れてみるとこのような見え方です。この日はメイクした直後の映像をうっかり撮り忘れてしまいました。そのため違う日の映像を使用しています。近づいてみるとこのような見え方です。マスクでこすれてコンシーラーが溜まったりよれたりしているような感じはありません。この辺がこすれてシミが浮き出てきています。反対側も
この辺浮き出てきています。マスクが当たる鼻の部分はかなり崩れています。でもマスクをして6時間経っている割にはコンシーラーが残っているし、崩れ方も鼻の部分以外はそんなに汚くないと思います。あまり汗をかいていないので激しく崩れていないのかもしれません。汗をかいたらどうなるのか少し気になるので、またマスクをしてちょっと汗をかいてみようかと思います。はい、というわけで30分間 YouTube を見て運動をしてきました。はい、こんな感じでちょっと見苦しいんですけど、かき汗をかきました。ここ汗でちょっとマスクが濡れちゃいました。とりあえずマスク外してみます。こんな感じで汗びっしゃびしゃです。ちょっとこれでもう一回マスクをして汗が引くまで待ってみます。汗が引いたのでマスクを外してみます。やはりさっきよりもコンシーラーが取れてシミが浮き出てきています。鼻周りがかなり汚く崩れてしまいました。コンシーラーが残ってはいるけれど結構取れてしまいました。少し離れてみるとこのような感じです。あれだけの滝汗をかいた割には崩れていないかなという気もします。そういえばこちら側半分にフィックススプレーをかけていたことをすっかり忘れていました。左右で比較してみたところさほど違いがあるようには感じられません。むしろこの鼻の部分はフィックススプレーをしている方がひどく崩れています。正直このフィックススプレーは私の場合は使っても使わなくても違いがないように感じました。今までフィックススプレーは3種類試したんですがどれもピンとこないんですよね。皆さんはフィックススプレーで効果を感じたことはありますでしょうか？もしおすすめがありましたらコメント欄で教えてください。今回はどれぐらいマスクにコンシーラーがついたかをお見せしませんでした。苦手な方もいらっしゃるかなと思ってお見せしなかったんですが、逆にどれぐらいつくのか気になるよっていう方がいらっしゃいましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。今後の動画作りの参考にさせていただきます。ティルティルマスクフィットオールカバーデュアルコンシーラーを使った感想をまとめました。まずは使用感についてです。スティックタイプは滑らかで伸びが良く広範囲に均一に塗れるので使いやすいと思いました。ですがこちらのコンシーラー舞台メイク用の動乱のような少し油っぽい香りがしてそれが少し苦手です。リキッドタイプのコンシーラーは適度なみずみずしさがあり乾燥を感じず塗りやすかったです。私はリキッドタイプを使うのがこれで2種類目なんですが、ディオールのチップがすごく大きかったのでこれは小さくて塗りやすいなと思いました。ちなみに右がディオールのチップです。これはリニューアル前の古いものになります。次はカバー力についてです。スティックタイプはカバー力は控えめでした。ですがファンデーションよりはカバー力があると思いました。1枚ベールをかけたようなお肌の状態になって後から塗るカバー力の高いコンシーラーの量を少なめに抑えられます。そうすることによって厚塗り感も軽減できます。リキッドタイプはカバー力が高いです。ピンポイントの濃いシミはこちらが良いです。仕上がりについてです。私のシミはかなり濃いので少しグレーに透けて見えました。でも割と厚塗り感が出ず比較的ナチュラルな仕上がりだと思いました。そしてツヤがある仕上がりです。持続力コンシーラーの持ちについてです。
時間が経つとやはり少しシミが浮き出てきました。でも私としては許容範囲でした。時間が経つと全体的にすごくテカリが出ました。でも私は何のコンシーラーを使っても結構テカリが最終的には出てしまいます。目の周りの小じわの部分、乾燥はしませんでしたが、少しコンシーラーがたまりました。マスクを着用した時のコンシーラーの耐久性についてです。あまり汗をかかない状態であれば、コンシーラーの持ちは比較的いいと感じました。ただ、かなりたくさんの汗をかくとコンシーラーが剥げてしまい、シミが見えてきてしまいました。汗をかかない時はそんなに汚い崩れ方はしなかったんですが、汗をかくとやはり少し汚い崩れ方になってしまいました。マスクフィットという名前だったのでかなり期待したんですが、全くマスクにつかないというわけではありませんでした。でも私が一番お気に入りのクレドポーのコンシーラーと比較するとマスクにつきにくいと思いました。ティルティルマスクフィットオールカバーデュアルコンシーラーのレビューはいかがだったでしょうか。あくまでも私の肌に塗った場合での使用感とレビューなので、参考程度にご覧いただけますと幸いです。もし少しでも何か参考になったなと感じましたら、いいねボタンを押していただけますと動画制作の励みになります。チャンネル登録もお待ちしています。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。またねー。最近買って気に入っているコスメアイテムをご紹介します。今回の動画でも登場しました資生堂のコンシーラーブラシつつ筆です。こちら前から気になっていたんですが、小さいのに結構お値段が高かったので買うのをずっと悩んでいました。私のシミはかなり広範囲なので、この小さなブラシでトントンやっていたらなかなか拉致が開かないと思って、わざわざ買わなくてもいいかなと思っていたんですが、この小鼻の周りの赤みとか目の下細かい部分をぼかすのにすごく便利で買ってよかったなと思っています。おまけの動画まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。